お久しぶりです。春日部紬です。いやーものの見事にディアブロにハマってしまいました。JK だけど FF11 やリネージュ、RO 時代を思い出して色々と熱くなってます。まだ絶賛お熱になっているところですが、マジックの現環境はまだまだ続くのでまったりやっていきましょう。さて、試合の方はお相手除去からスタート。こちらは謎の名や伝説ハンド、カジャールが追放されましたが、メリーラの方が本命なので問題ありません。お相手森から愛願状ということはセレズニアエンチャでしょうか。こちらはインナとエシカをキャスト、メリーラーとアタックでしたが、魔王勢に影響ないでしょう。お相手愛願状2章から折しを戦場へ、そして神聖なる憑依、これハンドダクさんの状態でキャストされると割と絶望。こちらはアンタックランドを引けたら最高でしたが、代わりにいいものを引けました。先アタックでも先キャストでも変わらなそうですが、とりあえずアタック。そして滑るもの、ジョダーをキャスト。ジョダーはマスト除去ですが、インナとエシカもマスト除去で裏にもマスト除去が控えてます。お相手ケイリクスキャスト、ここで骨かも持ってると厳しいが果たして。お相手神聖なる憑依の誘発をコピー、これなら除去はなさそうですね。お相手めちゃくちゃやってますが、こっちの方がめちゃくちゃです。こちらはまず除去から、あとは最低2対マスブロなので殴り毒ですね。メリーラがすり抜けて残り4点。そしてこちらはエターリセスとジョダーの続称でサリアが戦場へ。嫌な予感しかしないんだが、まあ多そうやってサリアはすぐ邪魔するんだから。しかしここでお相手投了、対戦ありがとうございました。2戦目、対戦よろしくお願いします。スムーズに動き名が出ませんが、悪くはない初手。兵士相手に初動3ターン目は苦しいので、ここはメリーラ先キャストできるように土地を置きます。お相手白母軍団の決闘者をキャスト、これなら止まりますね。こちらはメリーラをキャストしてターンを渡します。お相手ハービンをキャスト、マスト除去対象が出てきました。しかしそれ以上は動きなし、土地詰まりはありがたい。そしてこちらは都合よくアンタックインランド、これは大きなですね。メリーラは立たせていてもしょうがないのでアタックしましょう。3点と追って残り17点。まだハービンに手を出したくないのですれ違いで戦いましょう。お相手胴まといの先手をキャスト、さすがに2マナでも動けてますね。そしてハービンのアタックが通り残り16点。これはすれ違いじゃ勝てないので除去したいところですが、もうちょっと様子見したい気持ちもある。なのでこちらはサリアをキャスト、除去は温存します。そしてメリーラは変わらずアタック。3点入って残り14点。エターリもいいですが、もう1枚の7マナを引いてきたいところです。お相手大田原ダブってたんですね。というか兵士って大田原2枚入るんですね。そしてそうまでして出したかった古参兵、これは厄介です。決闘者で毎ターンドローされてしまうのはいただけません。こちらは沖縄で土地がめくれたら最高ですが、残念ながらクリーチャーエターリは次のターンです。そして無視できない古参兵は除去します。本当はハービンの方が嫌ですが、土地詰まっててもらった方がありがたい。メリーラは変わらずアタック。お相手残り11点。エターリ次第で勝敗が決まりそうです。お相手惜しい古参兵、強いですがまだセーフ。そしてお相手フルパン、これは逆にありがたい。5体並べてハービンパンチの方がケアしづらいので盤面削れる方が助かります。決闘者相打ちの方が綺麗ですが、3-4の打点を下げるために先生と相打ち。そしてこちらは満点のドロー。ここはもちろんアトラクサからキャスト。 ETB は3枚、一応最大5枚までいけますがこんなもんですね。エターリ、作れる部、土地をハンドへ。そしてスクレル部をキャスト、
これで次ターン以降の負け筋を潰しましょう。そしてお相手と血が出ず、残念だけどこれがマジックです。こちらは7マナ目が出ました。まずはエターリキャスト。お相手からは徴兵士官。こちらはジョダーをキャスト。一気に試合終了しましたね。もうほぼ勝ちですが、フルパンしても勝てないので、一応スクレルブは取っておきますか。お相手ブロックです。29点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。3戦目、これはうっかり BO3 に入った時の2本目。サイドは用意してないので当然メインのままです。ちなみにお相手はテンプレじゃない欲しいランプです。お相手クズ鉄くらいからキャスト。ご覧のように足と同じマナクリランプです。こちらもマナクリからカティルダキャスト。お相手アモンペットへの進行をキャスト。これが結構こちらに刺さる。一番重いところのエターリを捨てます。こちらは思いがけずアンタップインランドを引けました。ここは最大限加速できる動きをしましょう。伝説の秘宝とメリーラをキャスト。お相手4マナ目から浄土語りをキャスト。そしてそれ以上は動いてこず、しゃがむターンのようです。こちらはまずアタックから。ここは当然通って残り17点。そして大きな動き、デジハゾをキャスト。お相手ツルタイをキャスト。アモシンと合わせて前回の動画で暴れた組み合わせで、こっちの墓地にヤバいのいるじゃん。しかしここは通すしかなくアモシンの防衛値が0になります。ツルタイの誘発で3枚にて1枚ハンドへ。そしてツルタイは戻さないようです。さらにアモシンが裏返り回収者が戦場に出ます。選ばれたのはもちろんこちらのエターリ。お相手の方のめくれは弱いですが、こちらからは除去を持ってきました。ここはメリーラがいて助かったというところですね。そしてこちらのドローはサリア。微妙ですね。あとはテジハゾガチャにかけます。 SSR。 お相手ここは当然のように相打ちを選択。そしてこちらは0マナでエターリキャスト。こちらもマナクリと除去でおあいこです。ツルタイを除去しつつインナとエシカが戦場に出ます。さらに追加のデジェルとハゾレと大量のマスト除去が並びます。さらにおまけのサリアもつけておきます。これはさすがに勝ったなが母は。ちょっとさすがにそれは聞いてないですね。お相手が全部非伝説でこちらが全部伝説なので当然こうなります。サイドカードですかね。専用対策みたいなカード持たれてました。でもトップはアトラクサー。これでまだマイルインナとエシカが出たので次のターンアンタップインランドでキャスト可能です。うにゃ、さすがにこれは負けじゃな。そしてお相手のトップ10枚に追加のラス。これは無理ですね。サイドできませんが3戦目にかけましょう。そして同じお相手との3本目対戦よろしくお願いします。初動4ターンキープ。こんなハンドキープできるのは足だけだっつーのとか言ってたらハンドが初動3ターン目に改善されました。お相手3ターン目マナクリ。こちらも動き出しは強いです。こちらはブエナをキャスト。お相手アモシン。今回のめくれは弱くて助かる。捨てるのはダブったい下で。そしてこちらはかなり強い力。このターンはデジハゾからブエナのデジハゾのマスト除去で裏にアトラクサが控える形。お相手4マナ目から無力化。これ足も前に構築で使ったけどアモシンが散るなら意外と悪くない気がしました。
回収者が裏返りますが、今回は強くないのでそんなに悪くない。お相手さらに追加のクズ鉄くらい。そしてフルタップ。これでアトラクサは確定しました。こちらはまずアトラクサキャスト。今回はご機嫌の最大値で5枚。ハンドが一気に潤沢に。そして2体でアタック。ジョダーも引けたしこれは勝ちましたな。お相手1体相打ち1体同士で残り13点。そしてこちらはジョダーをキャスト。そしてここでお相手フィオーラへの進行。まあ一発は覚悟してました。しかし今回は先ほどと違ってハンドが潤沢で追加のアトラクサも控えています。まだ全然こちらが有利なので攻めていきましょう。とはいえこのターンは大きな動きはできません。多分ここで一番強いのはルッカキャスト。お相手結構 PW には触りづらいと見ます。このターンはブロッカーを立ててエンドです。そしてお相手アトラクサキャスト。まあこれも1回は覚悟してます。縦トップ10枚はこれはだいぶ渋いですね。しかしながらそれでも4枚ドロー。お互いハンドが世紀末状態。こちらのトップはまたも強いところ。ここエターリから出すかアトラクサから出すかなんですが、お相手のハンドにラスが見えているので先にアトラクサで後でエターリです。エターリの方がサラチから盤面作る力が強いのでラスの後に出すのに向いてると思います。そしてアトラクサはまずまずの3ドロー。クリーチャーは弱いですが、弱いところをまとめてボトムに遅れただけよしとしましょう。そしてお相手がラスを打ちたくなるようにアトラクサは除去しておきます。お相手長江の水撃コマ。これで墓地のアトラクサ回収ですね。と思ったらもう1モードはクズ鉄くらいをパンプ。それならルッカ除去ですか。そしてアモンケットへの進行。わからないですがこれはミスしてそう。お相手あと1マナーでバッチューだったんですけどね。そしてそのままエンドのようです。こちらはまずエターリ。これのめくれ次第でルッカの選択変えます。エターリガチャは SSR1 体除去しつつも1回ガチャできます。さて次はまた SSR。しかも2枚ともトルバダで戻すのは当然アトラクサですね。めくれは相変わらずですが追加のガチャチケットが来ました。2連ガチャが6連ガチャに進化。そしてもう1枚のメリーラはお相手がラス打ったらもう2連ガチャ可能です。ルーカはもうどうでもいいのでプラス。あとはあまり意味ないけどサリア出しますか。次のターン1マナ稼いだけでもさせておきます。属性トークンで3点パンチして残り7点。お相手ここは当然の集団失踪。でも太陽効果じゃないのがあだになりましたね。メリーラの能力をエターリに使います。集団失踪が解決されて一掃されますが、メリーラのおかげで追加の2連ガチャ。お相手からクズ鉄くらい。こちらはデジハゾを引き当てました。これで追加の除去がなければ勝ちです。そしてお相手イントンした剥製師。これは除去可能なので、あとはアタック。フルパンする意味なかったと思いつつ12点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。ということで 5C ランプ伝説でした。ポピュラーなジョダを頂点とする 5C 伝説ってどうしても間にどうでもいいカードが多少挟まるもんですが、マナクリは見たらやけという理論を追加するとどうでしょう。1マナから7マナまで全部マスト除去になると思いませんか。というわけで頂点にいつものやつらを据えた重量感たっぷりの伝説デッキにしてみました。1マナ、2マナは主に相手の妨害用カード、メリーラはエターリガチャの追加チケットになるので気持ち多めに投入しています。
そして3マナはマナ加速軍団。ここから5マナにジャンプすることを想定しています。4マナ戦車じゃない方のエシカは追加のマナクリ、あとは警戒がつくのが攻守ともに地味に美味しいです。そして5マナはかなり強い連中。本当はここを増やしたいんですが、枠の都合上2枚ずつ。特にデジルとハソレとはこのデッキだと動いたらおしまいの可能性が大です。ルーカは実質4マナ帯の追加のマナ源。これもちゃんと伝説なのでジョダーが誘発するの面白い。除去連打する相手に対してかなり有効なのでもっと入れてもいいところなのですが、これも枠の都合です。マイナス4がちゃんとジクリーチャーを対象に取れたら、アトラクサと合わせて7点ゲイン7体破壊の宇宙だったのに、本当は6マナにこれを入れたかったんだけどさすがに欲張りすぎで断念しつつ、あとはいつものフィニッシャーですね。アトラクサは聖霊信者の力と合わせると1枚確定除去しつつ14点ゲインできるのがかなりヤバです。アトラクサキャストしてドローしてすぐ打てることも多いし、こんなところですかね。さて、このデッキの強さですが、めっちゃ楽しいですが強さ的にはまあまあですかね。最近アグロ系のデッキは自分の動きを押し付けるために除去が減っていて、ミッドレンジは除去の量がいつも以上に増えているイメージですが、アグロに対しては分回って死ぬ前に7マナキャストできれば勝ち、ミッドレンジは息切れしたところに7マナキャストできれば勝ちって感じですかね。とにかくエターリガチャして気持ちよくなることが大事なわけです。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。